奈良斑鳩の世界遺産法隆寺。創建したのは聖徳太子です。父天皇の意志を継ぎ607年に寺を完成させたと伝えられます。一体どんな人物だったのでしょうか。当時の日本は豪族同士の争いが続く不安定な状態でした。特に大陸から伝わった仏教を受け入れるか退けるかという対立が深刻だったのです。そんな時、天皇を補佐する役目を担った聖徳太子、仏教を拒む勢力を抑え、次々と新しい制度を生み出します。家柄ではなく能力に応じた人材登用、調和を尊び話し合いを重んじるなど、貴族や役人が守るべき規範、法隆寺をはじめとする寺院の創建、仏教に基づく国づくりを進めました。そんな太子自身がやがて仏の化身とされ、人々の信仰の対象になっていきます。聖徳太子信仰の中心となったのが法隆寺でした。その一角にある建物に太子の生涯を描いた絵が伝えられています。部屋を囲む襖に描かれた聖徳太子絵伝。太子が世を去ってから400年後、11世紀に描かれました。現在は江戸時代の模本が収められています。原本があるのは東京国立博物館の法隆寺宝物館。高さ2メートル近い10面の大作です。各地に伝わる聖徳太子絵伝の中で最も古く大きな作品。豊かな色彩で風景や人を描く日本独特の絵画、大和絵のごく早い例です。雄大な風景の中に太子の生涯にまつわる60近くのエピソードが散りばめられています。神童ぶりを発揮した幼き日の太子。大勢の子供たちと遊んでいた時、全員の言葉を聞き取り繰り返したという場面です。手を合わせて空を見上げる子供たち。その視線の先では、なんと太子が宙に浮いています。異国から名高い賢者が来日した時の様子。一目顔を見ようと貧しい子供たちに紛れて取り巻いていた太子を賢者は見破ります。12歳の太子と賢者は夜通し語り合いました。病の床についた父天皇を見守る太子。父の意志を継いでやがて法隆寺を建立します。そして新しい国づくりに取り組む日々。大陸との交流は続きました。これは伎楽という芸能が伝わった時の様子。人々が賑やかに舞い踊っています。さらに多くの神秘的な伝説が描かれました。太子がある経典について講義を始めると、天から蓮の花びらが舞い落ちてきたといいます。またある時は太子の魂が青い龍の引く車に乗って中国まで経典を取りに行きます。黒い馬にまたがり
富士山の頂まで空をかけていく大使。人々の思いの中で大使は超人的な存在となりました。国宝聖徳太子絵伝は1000年前の力強い想像力を伝えてくれます。